はい、どうもじゃあ、かねごでございます。ということで、本日の食材がこちら。巨大な岩牡蠣っていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大すぎる岩牡蠣。っていうことでね、エプロン新しいの作りました。っていうのはどうでもよくて、見て、この牡蠣の大きさ。僕の手と一緒ぐらいの大きさ。で、これとか僕の手より大きいんじゃないかな。ほら。このでかさ、だいたい重さが1キロから1.5キロあります。お値段が1個1800円しました。こんな大きい牡蠣もこんな高い牡蠣も見たことないぞっていうことで買ってしまいました。また牡蠣の動画です。懲りずに。試しに僕さっき1個食べてみたんですけど、とんでもない右の入り方してましたね。僕ね、セカンドチャンネル持ってるんですけど、朝ごはんでハマグリのお雑炊を作ったんですね。それがめちゃくちゃ美味しくて、牡蠣で作っても美味しいんじゃないかなと今思いましたんで、今日はこちらの岩牡蠣を使って岩牡蠣のお雑炊、それとオーソドックスに焼き牡蠣と生牡蠣、こちら作っていきたいと思います。さすがにこの大きさの牡蠣を7個も食えないんで、今日はこの一番大きいやつを生牡蠣で、この殻が綺麗なやつを焼き牡蠣、本物の岩みたいなやつを雑炊、こういう感じで作っていきたいと思います。そしたらまずは岩牡蠣を綺麗に洗っていきます。はい、ではこのように洗い終わりました。よーし、では割っていきたいと思います。こいつは焼き牡蠣なんでこのまま焼くんで割らなくても OK。 この2つを割っていきますね。さあこれは大変だぞ。多分このサイズの岩牡蠣だと貝柱の大きさこのぐらいあると思うんで、それをうまく入った。あれめっちゃ簡単にいった。さあ中身はどうだ。せーの。硬すぎる。よいしょ。よっしゃ来た。うわすげえパンパンでしたね。牡蠣はこう裏返すとぷっくりして綺麗な見栄えになります。はい、こんな大きい。手のひらに乗せるとよくわかると思う。こんなよ。普段の牡蠣ってこんなんですけど、それの10倍はあるんじゃないでしょうか。よし入った。入ったけど貝柱まで届くかな。意外にここ隙間ってここかと思いきや、そのちょっと上のここなんですよ。ほらここね、ちょっと届かないんで、さらにこっち側から入れていきます。せーの。よいしょ。おお。でもこっちは殻は大きかったけど身は痩せてるね。てか待って、牡蠣のさ中から二枚貝出てきた。岩の隙間に生息する二枚貝。これなんて名前だろう。わかる方いたら教えてください。でも中身だけ見ると最初に割ったちっちゃいやつの方が大きいんですよ。牡蠣は見た目じゃないんですよね。割ってみないとわかんない。そうしましたら先ほど剥いた牡蠣を一度ボウルに入れます。でここに塩を加えて、お水を少し加えて、ぬめりや汚れを取り除いていきます。この一手間がね大事ですね。ほらどんどん汚れが出てきますね。ほらこんなぬめり出ました。そしたら塩を洗い流します。殻も洗います。そしたら殻をお皿にセットして、1個丸ごとだとちょっと大きいので切っちゃいます。これ1、2、3、4、5、6等分ぐらいに。でそれを盛り付けていきます。はい、これで岩牡蠣のお刺身の完成。そしたら次は雑炊を作っていきます。まず牡蠣を刻みます。こういう形ですね。そしたら今日も登場、小鍋ですね。ここに先ほどの牡蠣を加えます。でここにこちら僕が大好きな調味料麺味を少し加えます。でそこにこれお水、僕が最近ハマってるお水、財宝ってお水。これめちゃくちゃうまいですよ。ほんと癖がなくてね、スーって体の中入っていく。夏はみんな水飲むといいですよ。そしたらこれを一度加熱します。でアクが出てきたらアクを取り除きます。どうしてもあんだけ塩もみしてもね、アクは出てきちゃいます。ある程度取っていきます。はい、そしたらこれ一回火を切って、こっちに用意してありますんで、固形燃料に火をつけておきます。でそれと同時に岩牡蠣も焼いていきます。
そしたらここにご飯を入れます。でサラサラっとした雑炊が好きな方はお米を一度洗ってください。トロトロっとしたのが好きな方は炊いてあるご飯をそのまま入れちゃっていいと思います。でほぐしていきます。でこれでコトコト10分ほど煮込みます。お米が出汁を吸ったらそこに卵ですね。卵を入れます。入れたらかき混ぜます。でそしたらそこにネギかき混ぜます。でそこに三つ葉でこれで完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはお雑炊食べようかな。消えんかったっていう。はい、そしたらお雑炊。今日は雑炊にバターも入れちゃおうかな。合うと思うんですよね。牡蠣のバター雑炊で食べたいと思います。いい香り。香りがガラッと変わった。すっごいマイルドになりましたね。そうしたらこちらの雑炊を器に取り分けていきます。でちょっと冷ましていただきます。うまっ。いやバターうまっ。やっぱり牡蠣とバター合うな。じゃあこのおっきい岩牡蠣いただきます。うわうまっ。味が濃い。口の中いっぱいに海の香りが広がりますね。では次はこちらの僕の大好物生牡蠣ですね。すだちを絞ってまずはこのコリコリしたところをいただきますね。もみじおろしをつけてポン酢につけていただきます。あ、うめえ。コリッコリのシャキシャキでうまいっすね。では次はこのお腹の超クリーミーなところいただきますね。もみじおろしをたっぷりつけてポン酢にもたっぷりつけていただきます。うわうまっ。この岩牡蠣うめえわ。そしたら次はこちらの焼き牡蠣を食べていきましょうか。さあ皆さん気になってるんじゃないでしょうか。この中身僕もめちゃくちゃ気になっております。焼き牡蠣はもう焼いてあるんで簡単に開きますんでね。こうやって貝柱も外れてますんでね。せーの。あっちゃ。よいしょー。うおすげえ。でかくないですかこれ。そしたらこちらの岩牡蠣は何つけて食べようかな。すだちでいきます。すだちをたっぷり絞ってよいしょ。じゃあこれを豪快にかじっていきます。いただきます。ここら辺いきますね。まず貝柱を避けてこのコリコリしたところ。うまー。次はこちらの貝柱ポン酢につけましょう。いただきます。めっちゃうめえ。ただこんだけ大きいと弾力が凄まじいな。そしたらこちらのクリーミーなところいただきます。うまいけど食べ応え半端ないわ。普通の牡蠣5個分ぐらいのボリュームありますからね。はい、ということで今日はこちらの岩牡蠣の雑炊、お刺身、焼き牡蠣ときましたらお飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、黄色のやつ。はい、こちら7対3ですね。いってらっしゃい。美味しいけどちょっとでかいかな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は巨大岩牡蠣を使って3品作ってみましたけども、牡蠣は外さないですね。うまい。ただ僕はもう少し小ぶりの方が好きでしたね。夏は岩牡蠣とっても美味しい時期ですので、皆さんもぜひぜひ岩牡蠣見つけた際は味わってみてはいかがでしょうか。旬の味覚となっております。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。